かも日本の右あれインドじゃない？うわー、これだよこれ。いや、ずっと求めてた光景だわ。いや、海綺麗だし、石とか貝殻も落ちてないよこれ。いや、めっちゃ綺麗やん。やばいやばい、これは。あ、水温もあったかいぞ。いや、すげえ遠浅っぽいな。いや、綺麗だなこの色。何？皆様、セーシェルプララン島のアンスラジオです。世界のトップ10のビーチに選ばれたこともあるそうです。うわー、気持ちいい水が。いや、しかし今日天気いいし風も弱いから最高ですわ。最高のコンディション。はい、じゃあ海に入ります。この岩もいい感じです。そしてもう砂がもうサラッサラの砂だよ。もう石も貝殻もない。最高ですビーチ。あ、気持ちいい。いやー、すごいいい色でしょう。波打ち際は砂が舞ってるけど、ちょっと沖行くともうこの綺麗さですよ。あー、気持ちいい。見てください、この透明度です。この透明度すごい綺麗。いやー、最高セーシェル。いやー、気持ちいい。いやー、水温も高いっすわ。いやー、気持ちいい。セーシェルのプララン島はもうアンスラジオ来ないとダメっすね。セーシェルプララン島のアンスラジオの海です。綺麗です。すんごい綺麗です。向こうから海入ってちょっと横こっち行くと、こっちにもビーチがあるんですよね。これはもしかしたらプチアンスラジオ。満潮時だとどうなるかわかんないけど、一応ここも水が来ないビーチの部分がちょっとあるんで、この辺で独り占めして寝そべるのもいいかもしれないですね。いや、綺麗っすね。もう信じられないぐらい綺麗だわ。超綺麗で透明だけど水色が綺麗だよみたいな。もう語彙力めちゃくちゃですけど、でなんといっても本当ね、地面がサラサラの砂だけでもうそれが気持ちよくて最高なんですよ。じゃあ恒例のというか、この後カメラの映像おかしくなるかもしれないけど、水中を撮影しようと思います。ではセーシェルプララン島アンスラジオの水中の様子をご覧ください。いかがでしたでしょうか。透明度半端なくないですか。これはすごいわ。本当こんなに水が綺麗で、なおかつ地面がもう本当サラッサラの気持ちいいところって、マジでメキシコのイスラム並列ムヘレス島以外だとここしか私は経験ないですね。めちゃくちゃいいですよ。これなんか左右の波がぶつかって、なんか面白い。ここなんでこうなるの？ほら、右と左から波がぶつかって、おお面白い。なんでこうなるんだろう。すげえ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 。一人で満喫してました。正直ずっとここにいたいところなんですけど、時間に限りがあるので、そろそろバス停に向かおうと思います。
で、一応もう一個行こうと思ってるビーチがあるので、今度はそちらへ向かいます。で、ここから歩いて15分から20分ぐらい、バス停まで歩いていきます。いや、しかしアンスラジオマジでいいっすよ。海とか水は、モーリシャスにせよ、セーシェルにせよ、綺麗なところたくさんあると思うんですけど、ビーチ、砂浜、砂がいいわ。完璧です。はい、バス停に到着しました。はい、バスがやってきました。乗車料金はもちろん10ルピーです。では次の目的のビーチに向かいます。14分ぐらいでバス降りました。で、今度はバス停の目の前にビーチがありまして、ここはアンスボルベールというところになります。広いな、ここ。ここアンスボルベールもですね、アンスラジオと並んで素晴らしいビーチだというふうに聞いてきました。ただちょっとここは海藻多いかも。でも、砂はサラサラでいい感じ。このアンスボルベール、めちゃくちゃ広いっすね。アンスラジオよりも全然広い。何はともあれ水温チェック。いい感じ。アンスラジオと同じくらいあったかいです。ちなみにこのプララン島の北東側って言えばいいかな。北東側にこのアンスボルベールはあります。東西に伸びてるビーチなんですけど、まあちょっとなんとなくですが東側に行ってみようと思います。さあ、アンスボルベールの海に入ろうと思います。いや、ここも色がえぐいわ。はい、ここも地面、砂が気持ちいいです。いや、色えぐ。ちょっと今足元痛かった。ちょっとだけ石とかあるかも。ちょっと石あるわ。痛い。アンスラジオと違って、ここはめちゃくちゃ来やすいのが利点なんですけど、今ちょっと石か貝殻かわかんないけど、踏んで痛かったです。その点はアンスラジオのが安心ですね。さらに東の方歩いてきたんですけど、やっぱちょっと波打ち際、石とか貝殻みたいなものがあってちょっと痛いな。しかも波打ち際砂で舞ってるから、しかも見えないから防ぎようがないんだけど。いやー、海はめちゃくちゃ綺麗なんだけどね、ちょっとそこが残念だな。ちょっと痛くてまだ入れてません。海藻が足に当たった。ここまで来れば大丈夫かな。いやー、綺麗。いやー、綺麗でしょ、海。ただね、海の色すごい綺麗じゃないですか。水色に白というか乳白色みたいな。で、ただ、砂が舞ってんのかな、何なんだろう。透明度はね、そこまででもないかな。綺麗は綺麗なんだけど、アンスラジオほどの透明度はない。足も結構霞んで見えるっしょ。アンスラジオのが綺麗だな。とはいえ綺麗は綺麗だよ。水色と白が混じってるような、そんな感じ。あと、波打ち際だけですね。石とか貝殻で足が痛いのは。この辺まで来ちゃうと、足元はサラサラの白砂って感じです。アンスボルベールはめちゃくちゃ来やすいんですけど、正直アンスラジオの勝ちですね。ここもめっちゃいいですけど、アンスラジオがトップ。こうして見ると本当楽園って感じじゃないですか。セーシェルいいっすね。では透明度はいまいちっぽい気がするけど、水中にカメラを入れてみようと思います。アンスラジオが異常に綺麗だっただけで、ここも普通に綺麗ですね。ではまたおじさん一人ではしゃいで遊んでようと思います。じゃあ名残惜しいんですけど、ホテルへ戻ろうと思います。さっき降りた、バス停からまたバスに乗ってホテルへ戻ろうと思います。はい、バスが来ましたので乗り込みます。はい、バス25分ぐらい乗ってまして、ホテル戻ってきました。では荷物受け取って着替えようと思います。
着替える場所とかはなかったんですけど、タオルを腰に巻いてその場で着替えました。で今時間3時43分です。でフェリーの時間5時半なんで、本当はもうちょっと時間経ってからフェリーターミナルに向かう予定だったんですけど、腹減ったんでフェリーターミナルに行っちゃって、でその近くでちょっと飯食おうかなと思うんで、早めにフェリーターミナルに向かおうと思います。あと4分ぐらいでバスが来るはず。今4時22分なので、なんか食おうかな。ここでなんか頼みましょうかね。どうしようかな。これでいいっしょ。ベーコン&チーズバーガーにしよう。あとチップス。5、6分で作ってくれました。ベーコン&チーズバーガー&チップスで95ルピーでした。こんな感じですね。ベーコン&チーズバーガー。うまそうじゃないですか。でポテト、ケチャップとマヨネーズがかかってて、カロリーがやばそうです。いただきます。かなり巨大ですね。いただきます。うまい。肉とかも焼きたてっぽいからめちゃくちゃうまいですね。で肉とベーコンはもちろんなんですけど、結構千切りのキャベツが入ってて、これがいい感じですね。ハンバーガーもポテトと同様、ケチャップとマヨネーズって感じかな。これが食べ応えがあるの。ポテトはまあ普通ですね。いい意味で普通ですね。でもハンバーガーと一緒に食べるポテトって塩だけでいいよね。マヨネーズとケチャップは正直いらなかった。5時14分に私が乗るであろうフェリーが到着しました。はい、今乗り込みました。所要時間は来た時と一緒で1時間ぐらいのはず。なぜか定刻より早く5時29分フェリー動き出しました。揺れないかなと思ったけどめちゃくちゃ揺れる。また船酔いする人を続出すると思います。6時41分、平東のフェリーターミナルに着きました。やっぱ1時間10分ちょいって感じですね。はい、今ヘドへ入島しました。ではタクシーでホテル行っちゃおうと思います。この人のタクシーに乗っていきます。近いけど200ルピーということで約定しました。6時55分ホテルへ着きました。でチェックイン手続きします。はい、チェックインしました。ホテルの名前はベルエアホテルというところです。で入ったらちっちゃいシングルベッドが2台ですね。でテレビとエアコンがあります。でクローゼット、うわハンガーないのかよ、マジかよ。洗濯しようと思ったのに。で冷蔵庫はテレビの下にありました。であと一応コーヒーとか紅茶セットで、これ窓じゃなくて共用スペースのところになって、こことか他の部屋なんですよね。だからカーテンは閉め切ることになりそうです。で最後水回りですね。洗面所、石鹸がありますね。でシャワーでリキッドソープと書いてあるからシャンプーではなさそうです。であとトイレですね。なんと Wi-Fi が爆速でした。これは嬉しいです。素晴らしい。でこちらのベルエアホテルに2泊します。ブッキング.com で予約しまして、2泊で 225.3 ユーロ。今現在の1ユーロがまた円安にかなり進みましたね。 173.42 円ですって。たっけ。朝食なしのプランだったはずなんですけど、さっきホテルのスタッフの方と話してたら朝食入ってるよ OK だって言われました。細かいなっていう感じではあるんですけど、でも OK って言われたんで朝食はしっかりいただこうと思います。ということでですね、今日はですね夕方4時半ぐらいでしたけどハンバーガー食べたんで、あれを夕食にしようと思います。今日はですね洗濯をして寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝食をいただきます。まずはフルーツが運ばれてきました。あとヨーグルト、そしてトーストと目玉焼きって感じでした。いただきます。はい、改めておはようございます。7月27日日曜日、昼の12時10分になりました。ちょっとしたトラブルがあっていろいろやっててこんな時間になっちゃいました。で昨日暗かったんで改めて、ここはベルエアホテルっていうとこですね。でこんな感じになってます。敷地は結構広いですね。昨日言い忘れたかもしれないんですけども、このホテルはセーシェルの首都ビクトリアにあります。ビクトリア市にあります。ということで首都ビクトリアを、ちょっと観光しようと思います。それでですね、この約3ヶ月にわたってアフリカ一周旅をやってまいりましたが、観光するのは今日が最後になります。
最終日になります。明日のフライトでアフリカ一周旅の出発地だったケニアのナイロビへ向かいます。で、明日というか正確に言うとですね、明日の午前3時15分発のフライトなんですよ。なのでもうほぼほぼというかもう今日の夜って感じですね。ただの道の路上の壁にはこんなアート作品っていうのかな、こんなものが描かれてますね。で、ベルエアホテルはちょっと小高いところに立っておりますので、こんな感じの景色なんですけども、セーシェルは海に囲まれながらも山も結構ありますよね。それでですね、今からナショナルミュージアムに行こうと思ってたんですけど、たった今 Google マップを見たら、今日日曜日は休館日だそうです。いや、マジか。今日しか観光できないんだけど。で、プラス日曜日だとレストランも結構閉まってるとこ多かったんですよね。いや、失敗したな。で、ここマヘ島もですね、私がプララン島でよく利用した公共バス、10ルピーで乗れる公共バスもたくさん走ってます。全く同じアプリで支払って乗ることができます。なので、マヘ島はプララン島よりも大きいんですけども、安いバスで、いろんなところへ行くこともできます。ただ私はちょっと時間がないので、バス乗って遠出するのはちょっとやめようかなと思います。この辺がビクトリアの中心地の一つになると思うんですけども、やっぱ日曜日っていうことで閉まってるお店が多いんですよね。ちょっと寂しい感じです。はい。で、こちらに I love セイシェルサインがありますね。ちょっと長すぎて写真撮影に不向きなサインなんですけど、そこの奥にある建物がナショナルミュージアムになります。今日日曜日で休館日のはずなんですけど、そこに人がいて、で、何かと思ったらレストランがあるみたいですね。ミュージアムもワンチャン開いてたりしない？多分こちらがミュージアムの入り口だと思うんですけど、やっぱ開いてないですね。こちらではワニとジュゴン的なやつに囲まれていますが、残念。そしてこちらのナショナルミュージアムのすぐ向かいぐらいに立ってるこちらがですね、ビクトリアクロックタワーですね。 Google マップの情報によると1903年にできたっぽいですね。なかなか美しいデザインではないでしょうか。今からですね、また歩いて数分のところにあるビクトリアで一番規模の大きそうなマーケットに行こうと思います。ただそちらも日曜日休みやべえ、やることないビクトリアの街並みはなかなか綺麗ですね。かなり綺麗な方だと思います。で、あれがバスですね。プララン島と見た目はほとんど変わんないかな。道中にはなかなか立派な教会もありますね。なんとカジノがあるみたいです。暇なんで行っちゃおうかなおそらくこれのことでしょうね。ビクトリアマーケットということで、こっちですね。しかしこの建物すごいカラフルだなはい、着きました。名前はサーセルウィンクラークマーケットというところですが、日曜日なんでやはりもぬけの殻ですね。日曜日は観光厳しいですね。で、さっき教会があったかと思えば、今度はヒンドゥー教寺院ですね。後ろの山も相まってなんかいい感じっすね。 Google マップによると、このヒンドゥー教寺院はアルルミフナバシャクティビナヤカルテンプルっていうみたいです。読み方全然違うかもだけど、でも思ったよりヒンドゥー教っすね。はい、ということで、早々にやることがなくなってしまいました。ヒンドゥー教寺院も相手はいないんですよね。でもやることないけどいいっすね。ビクトリア好きです。適度にまったりしてるし、日曜だからかもしれないけど、みんなまったりしてる感じで、現地の方もなんかその辺にたむろって野良犬と遊んでたりなんかすごいいい感じです。ビクトリア好きですね、この街は。少しですね、フェリーターミナル側に歩いてきたんですけども、こちらは、セーシェルの記念碑ですね。セーシェルへの入植200周年を記念して作ったものだそうです。1770年に最初の人々がセーシェルに定住を始めたそうです。そしてすぐ近くにはリバティモニュメントですね。で、こちらのモニュメントはセーシェルがイギリスから独立して38周年を迎えた2014年に公開されたそうです。このすごい綺麗な建物なんですけど、セーシェルの最初の宿のオーナーが車で送ってくれる時に教えてくれたんですけど、図書館なんですよね。ガラス張りでめっちゃ綺麗で、ここチャンスあれば入りたかったんですけど、やっぱ日曜日だから空いてないみたいです。ナショナルリバティということで国立だったんだ。国立図書館になるようです。ちょっと待って、目を疑ったんだけど、あの建物の上に
日本国旗がたなびいてますよ。しかも日本国旗の右あれインドじゃない？日本国旗とインド国旗が立ち並んでるんですけど、セーシェルでなんすかあれ。そこの上で日本国旗とインド国旗がたなびいてるんですけど、 Google マップとかで見ても分かんないんですよね。メゾンエスプラナード、ちょっと謎です。今緊急でですね、スマートフォンで撮影しております。なんでかっていうとですね、ここに来てカメラが壊れました。マジっすか。ここに来て故障かよっていう気持ちと、よくぞここまで持ってくれたっていう両方混じってるんですけど、いやーマジか。でもですね、あとはですね、今時間が2時過ぎなんですけど、4時とかそんぐらいに早めに夕食を食べて仮眠をとって、夜中0時半にここからタクシーで空港へ行きます。そこからナイロビへ行って、今回のアフリカ一周旅終了となります。なのでもう撮らなきゃいけないっていうほどの映像はないので、なんとかスマートフォンで要所要所撮影して旅を終えることになります。なので最後はスマホの動画になりますが、ご了承ください。多分ディスプレイだけだから、今まで撮影した動画は大丈夫だとは思うんですけど、いきなり最後の最後でこんな状況になってしまいました。夕方4時になりました。こちらのグロリアスベーカリー、こちらで飯食います。最後の飯なのでセイブリューというビールまたいただきます。そんな好きじゃなかったけどね。オクトパスカレーを食べに来たんですけど、まさかのタコがないということでエビカレーになりました。ちょっとつまみたくてポテト頼んだらとんでもない量、絶対食い切れません。いただきます。カレーが正直モーリシャスみたいにまずいのかと思ったんですけど、うまい。ちゃんとピリリと辛みもあって、ココナッツ入ってるのにちゃんと辛みがあってうまい。飯はモーリシャスよりセイシェルの方がうまい気がする。ごちそうさまです。お会計535ルピーでした。では夜までホテルで休みます。おはようございます。7月28日月曜日朝4時55分です。寝坊したわけではありません。もともと3時15分発のフライトだったんですけど、朝7時発にフライトがディレイしました。このホテル、ベルエアホテル、評価 3.5 ですね。高いのはもう物価があれなんでしょうがないです。綺麗で虫が出ないホテルってだけで高評価です。ではチェックアウトして空港へ向かいます。5時11分空港に着きました。ではチェックインします。セイシェル空港の制限エリア内に入ってきました。スマホなんでちょっと短めにさせていただきますが、セイシェルのまとめをします。セイシェル良かったですね。正直海に入ることぐらいやることないっちゃないんですけど、海は綺麗ですし、飯もね、多分だけど飯もモーリシャスよりは美味しいと思います。また来たいところですね。ちょっと高いんで、来れたらって感じですけど、本当はこのマヘ島の西側とかも行きたかったんですけど、今回は行けなかったんで、そっちの方も行ってみたいと思いますね。そっちも海綺麗だと思います。ではですね、普通は戻る必要ないんですけど一応アフリカ一周ということにしちゃったので、スタート地点のケニアのナイロビへ向かいます。今回乗るのはケニア航空ですね。評判がめちゃくちゃ悪い航空会社でこの悪名にたがわずというか、一応今のところの予定だと4時間遅れで出発する予定になります。もともと3時15分発だったのが、7時発の予定です。現時点でセイシェルのマヘ島からケニアのナイロビのジョモケニアッタ空港へ行きます。ケニア航空で行ってまいります。6時53分やっと搭乗開始になったんで乗り込みます。セイシェル発ナイロビ行きのケニア航空です。 2×2 ですね。小型機です。シートピッチは普通ぐらいですかね。機内食は超しょぼかったです。時差で1時間戻って、今こっちの時間で9時半ですね。ケニアナイロビのジョモケニアッタ空港着きました。元々の予定より4時間遅れですね。では意味ないけどケニアに入国します。それでやってきたのがですね、ベストウェスタンナイロビアッパーヒルというホテルになります。ホテルの詳細はですね、
最初にケニア来た時に紹介してますんで、今回は割愛させていただきます。時間は夜8時46分になりました。このホテルチェックアウトして Uber で空港へ向かいます。いよいよアフリカを離れます。空港へ着きました。ではチェックインします。ナイロビのジョモケにあった空港、制限エリア内にやってきました。今回の旅のまとめをお話ししたいところなんですけど、先日お話した通りカメラが壊れて緊急でスマホで撮ってる関係でですね、容量もあんまりないのでちょっと簡単にさせていただきます。いろいろありましたね。ちょうど3ヶ月ぐらいなんですけども、いろいろありましたね。特にセネガルは最悪な経験でしたけども、かなり濃密だったと思います。今でも一番最初のケニアとエチオピアが強烈に記憶に残ってるんですよね。ケニアのナイロビという恐ろしいと噂の都市で緊張しまくってたのも覚えてますし、あとはなんて言ってもエチオピアのダナキル砂漠ツアー、世界一過酷なツアーと呼ばれてるやつですね。あれの印象が未だに強烈ですね。その後、エジプトとかチュニジア、モロッコは観光客も多いところなのでどうこうっていうのはなかったんですけど、西アフリカからアンゴラ行ったりナミビア行ったりっていう、ナミビアから陸路でボツワナ、ジンバブエ、ザンビア行ったところも結構強烈に印象に残ってますね。であと、後半になったマダガスカルがもうめちゃくちゃ良かったんですよね。でモーリシャスはちょっと残念、セーシェルはでも物価が高くてしんどいって感じでしたね。やっぱ寂しいですね、ちょっとアフリカを離れるのは。たった3ヶ月なんですけど、私の中にも強烈な印象を残していきました。それではですね、この後エアアジア X ブルハドでクアラルンプールに行きます。なので今回のアフリカ一周旅、以上となります。面白かった、役に立ったなどなど、何かしら視聴者様の心に残るものがあったらチャンネル登録、高評価、お願いいたします。それではまた次の旅でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。